ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの戦況解説、春の反撃作戦に向けての下準備についての解説をしていこうと思います。前回の動画では、アメリカの軍事支援の中身が弾薬類が非常に多かったのに加えて、燃料補給車も大量にリストに入っていたことから、いよいよウクライナ軍の補給力そのものを強化しようという変化について解説しました。そして反撃作戦を実施するにあたって、今まさに戦線が不安定な場所については安定化を図る必要があります。そのため、ロシア軍の攻撃が激しいところにおいては、ウクライナ軍が反撃を行い、ロシア軍の勢いを削ごうとしています。こうした攻撃の中にはもしかしたら本命の作戦が隠れているかもしれないとして、本格的な反撃作戦がもう始まったかもしれないというふうな解説を行う方もすでにおられます。ただ現状ではそう断言できるほどの話は出てきていないので、もう少し私は様子を見ようかなと思っています。それではまず、ウクライナ軍の戦力強化のためにポーランドにいているゼレンスキー大統領の話から始めましょう。ウクライナのゼレンスキー大統領はポーランドを訪問し、今後の支援計画について協議を行いました。ポーランドは現在、ウクライナへの供与を進めているミグ29、14機、こちらの引き渡しが順次行われていることを表明するとともに、この14機に加えて将来的には近代化改修を終えたミグ29全機をウクライナに供与することも検討していることを明らかにしました。これはポーランドの保有しているミグ29は最終的には退役しますから、替えとなる戦闘機などが配備されれば順次ウクライナに引き渡すことを意味しています。これに加えて今回のポーランド訪問においては、ポーランドで生産される兵器の正式な契約も結ばれました。まず第一に装甲兵員輸送車ロソマク。こちらは、もともとはフィンランドのパトリア AMV という装甲兵員輸送車なのですが、アフガニスタンの戦場において、タリバンからの度重なる攻撃を受け続けても、ほとんど死傷者が出なかったことから、高い防御力を証明しています。こちらは100両の契約だそうです。続いて自走迫撃砲。ウクライナの戦場においては激しい砲撃戦が行われているのですが、牽引式の榴弾砲などはどうしても反撃によってやられてしまうことが多々あります。そのため、榴弾砲も自走砲の方がより生存率は高いし、同じように迫撃砲についても自走できることがこれからの戦場には必要なのではないかという変化が見られます。戦場に出てくるまで少し時間があるので、どれほど有効なのかはこれから証明されることとなります。ちなみに今回の契約によって新しく作るといったことなのですが、その資金はアメリカ、EU が肩代わりすることとなりました。ですから、ポーランドにしてみても、きっちりお金をもらった上で新品を送り届けることができるわけですから、ポーランド、ウクライナにとっては双方にとって良い契約だったと言えるでしょう。続いて、ウクライナの戦況解説に行きます。まず最初に南部戦線においては今のところ動きはありません。ですから東部戦線の解説だけを行っていきます。この戦況マップは戦争研究所の発表しているもので、激戦地については緑と黒の丸印が付けられています。一番北側がクレミーナ、その下がバフムト、そしてその南がアウディイウカです。クレミーナにおいて一つ変化がありました。それは、これまではロシア軍によるリマンに向けての進撃、これを抑えるための戦闘が主体だったのですが、どうやらウクライナ軍がこの地域においてもう一度押し返してクレミーナ攻略を目指す動きがあるようです。ただどれほどの戦力を投入しているかや、また目標として戦いやすい場所まで押し返しているだけなのかどうかなど、まだウクライナ軍の意図は判明していません。次にバフムト。バフムトにおいては、ゼレンスキー大統領が包囲されるぐらいだったら撤退することもあり得るという発言をしています。しかし、戦況マップには大きな変化は起きていません。市街戦はもはや、一日にして何キロも動くといったものではなく、一つ一つの建物をめぐる戦い、そして一つの通りを越えるか越えないかといった非常に時間のかかる戦いになっています。そうした意味ではウクライナ軍にとっては時間稼ぎをする地対戦術としては大成功を収めていると言えます。ただし、徐々に進出してきているロシア軍が占領地域を広げていることもまた事実で、ウクライナ軍は徐々に撤退の準備に取り掛かっている可能性があります。そしてその南アウディウカ、こちらもロシア軍による激しい攻撃が続いているのですが、同時に街を包囲しようとするロシア軍の動き、これを抑えるためのウクライナ軍の反撃も行われているようです。こちらの地図はバフムトの街をクローズアップした戦況地図です。
戦況報告は様々なところから行われていますが、今回はロシア側の攻撃の主体であるワグネルの頭目、プリゴジン氏がどのように現在の戦況を見ているかコメントを拾ってみましょう。というのも、ゼレンスキー大統領が街が包囲されるぐらいだったら撤退することもあり得るという話をしたので、それを受けてプリゴジン氏に対して、ウクライナ軍が逃げ出すんじゃないか、さあ今どうなっているんだ、みたいな問いかけがプリゴジン氏に行われたようなのです。それに対するプリゴジン氏の考えはこのようなものでした。ウクライナ軍はどこにも行かない。彼らは街の中に組織的な防御を持っている。と、ウクライナ軍がさも今すぐにでも逃げ出すような話をしている人たちがいるが、現実の戦場はもっともっと激しいものだということを示唆しています。ゼレンスキー大統領が言ったのはあくまでも街が包囲されるんだったらという前提条件の話で、今のウクライナ軍は街が包囲されないように街の南北においてある程度ロシア軍の動きを抑えているので、市街戦はまだまだ続きそうだということを意味しています。そしてバフムトの南アウディーイウカ。こちらもバフムトと同じように街に直接攻撃をしてもなかなか陥落する気配がないので、ロシア軍は街の南北に徐々に焦点を合わせて攻撃を仕掛けています。しかしこちらにもウクライナ軍の反撃があったようで、街を包囲しようとする動きは完全に停滞しています。今回の戦況解説では3つの戦役についての話をしました。まず第一にクレミンナ。クレミンナは去年の秋、ウクライナ軍の反攻作戦によってイジューム、リマンを奪還し、その次のクレミンナへと迫ったわけですが、逆にロシア軍は冬攻勢で押し返し、そしてリマンを再奪取しようと試みた場所です。ですから、今回ウクライナ軍が反撃したというのは、あくまでもより守りやすい陣地を固めるために、一度ロシア軍を押し返しているだけかもしれません。一方で、そのようなことを思わせた上で、実はその裏に本格的な戦力を投入して、一気にクレミンナを攻略するといったことも十分あり得ます。いわばロシア軍が攻め疲れをしたので、その攻め疲れているところに逆襲を本格的にかけるという作戦もあり得るわけです。一方、バフムトやアウディーイウカにおけるウクライナ軍の反撃は、ロシア軍を一気に押し返すというよりは、街を包囲されないようにするための最低限の反撃のように私には思えます。しかし、このような重要な場所において自分たちにとって有利な場所をしっかりと取ろうとする動きは、今後発動するであろう本格的な作戦のためには重要なこととなります。というのも、どこかの戦線がロシア軍に破られてしまうような展開というのは、ウクライナ軍としては本格的な反撃をする前に、その空いた穴を埋め合わせるための予備戦力を投入しなければなりません。ですから、ロシア軍の動きをある程度抑えた上で、戦線を安定させることは、本格的な作戦を指導して、領土奪還をする上でも欠かせない下準備になるのです。なお、バフムトの市街戦はじわじわとロシア軍が進出していますから、そういった意味ではバフムトからの撤退も十分あり得るわけですが、バフムトの街でずっと戦い続けてきたおかげで、その後ろにある程度の陣地を築くこともできていることから、全体の戦況に対する影響はもはやほとんどないような状況です。ですから、バフムトの街が落ちたから、あたかもウクライナが滅びるなんていう話をしている人は、全くのズブの素人だと言えるでしょう。まあ私自身もただの一般市民に過ぎないわけですが、その一般市民から見ても、もはや戦況全体に与える影響がないことが分かりきっているにもかかわらず、街一つさえ落ちれば国が滅ぶみたいな話をしている人は、素人以下の知識だと言えるでしょう。そして注目される春の反撃作戦なわけですが、同時にウクライナとしては、じゃあこの春だけで戦争が終わるかといえばそうは思っていないということを証明しているのが、ポーランドとの兵器契約の話でしょう。ウクライナにとっては2014年、ロシア軍がクリミア半島を強奪したところから戦争は始まり、2022年はあくまでもそれがより本格的な軍事侵攻になったという、いわば段階が上がっただけであり、今後もまだまだ何年も先までロシアとの戦いは続くだろう。そう考えているからこそ、ポーランドとの兵器契約の話を進めているのだと思います。日本国内には戦争が長引くイコール、侵略するロシアも悪だが、それに戦い続けるウクライナも悪だといったような、戦争するもの全体が全て悪かのような言い方をする人たちもいるわけですが、実質的にそれは間違っています。国際法が認める侵略された側の自衛権の発動というのは、しっかりと認められた権利です。侵略する側が認められない一方において、侵略された側が戦う自衛戦争というのは、むしろ日本のような
専守防衛のような国でも認められる戦うための権利です。自分の国を守るために戦うことを、これを否定するのは、戦争当事者ではない第三国によって行われるべき話ではありません。もしもウクライナの人たちが戦争をもうやめよう、もうここで報復しても構わないといったような話をするのであれば、それはあくまでもウクライナの人たちが決めることであって、決して外部の人たちがこうせよ、ああせよという話ではないと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。